どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。早速出撃しましょう。現在38連勝中。前回の動画のすぐ後ね。あ、そういえば前回有識者の皆さんコメント読ませてもらったわ。特に狙われにくいの仕様についてはとても勉強になったわね感謝。有識者に限らずいつもコメントくれてる人もありがとうね。さて標的は瓦礫の王。異物は当然参拝腐敗耐性異物セットなんて使わずいつもの汎用構成で。さあ行きましょう。今回も農地編。今回から名前をちょっと変更してるわ。ちょっと前のコメントでマッチングした人がいて、名前が伏せ字になってたって見たから、復讐者の前半部分が引っかかってたみたい。あれ自分では伏せ字になってるのかわからないのが困るのよね。教えてくれた人ありがとう。今回からしばらくこれでいくから。別に名前に深い意味はないけどね、語呂だけ。さてスルーしてたけど味方は追跡者さんとブライカンさん。二人とも戦技強化型で全員侵入者バフ持ってるのがいいわね。まずは近くの小鳥で、ボスまでの雑魚って倒した方がいいのか未だに分かってない。いつも味方に合わせてる。ルーン溜まったし承認近いし先に重装強化しちゃいましょうか。南東だからトロル行動で探石位置は拾える可能性高いし、そこまで必要じゃなかったかもしれない。まあでも何があるかわからないしそこまでの敵の処理速度も上がるから悪くないかな。そして味方がピン刺してた狙われにくいを習得。道中でも役に立つことは前回実感したからね。あと味方がピン刺してくれてたということはタゲは俺に任せろって意思表示だから、一切気に病むことなく持てるのが嬉しいわ。1階の宝箱あさり。お、ツリースピア。死の騎士用に拾っておきましょう。兵士長は3人、いや4人でボコボコにします。低攻撃力上昇は一応持っておきましょう。FP 上昇も美味しい。行動の前にミランダフラワーを倒すことに。よしスムーズに撃破。複数ボスはアーツ使ってもすぐ満タンにできるのが嬉しい。敵倒した時アーツゲージ増加2種類ともつけてるからね。そして行動トロル。味方の火力が高い。快適だわ。昔はこのメンバーだと火力足りなすぎてトロル相手でもとんでもなく時間かかってたのを思い出すわね。重装とハルモニア異物様々だわ。あ、HP 最大時カットアップ。顧問でもあるのとないのとでは大違い。人を種強化も拾って5万越復讐者ちゃん。中央砦で重装をプラス2に強化。今回はトロル砦。うわーユニークの狂い火は魅力的だけど、序盤だしさすがにルーン増加かな。ストラゲスは非属性の通りはいいけど動き回るから狂い火は当てにくいしね。特に問題なくスムーズに殲滅完了。人強化のサザレ石は悪くないからもらっておいてあげるわ。祝福で FP 回復とレベル上げ。を済ませたら砦地下かな。他にいいところなさげだし。ところでここの祝福から砦地下行くにはどのルートが早いのかしら。私は最近霊脈ジャンプで行くのが早い気がしてこっち使ってる。というわけで軽く検証してみたんだけど、結果はここの階段までで疾走ルートが 18.4 秒、霊脈ルートが 18.1 秒。ほぼ誤差レベルね、面倒くさくて1回しか測ってないのもあるけれど、霊脈の方がもうちょっと早いかと思ってたのに、直接地下の回廊に着地できればもう少し霊脈ルート早くなるんだけど、近すぎるとこの上のアーチ部分に引っかかっちゃうから難しいのよね。これからは普通に走って地下行くわ。よしオッケー、降臨スター。回避強化も欲しいけどさすがに諦めざるを得ない。しかもこれ攻撃命中時 FP 回復がついてるから降臨ならほぼ FP 無限ね。まあ普通の降臨でも FP 切れること少ないから過剰すぎるけど。ルツボ羽かな。これで実質回避強化ね。さて収縮地に着いたけど、アンチ外の雑魚も心置きなく枯れる。そう、降臨ならね。あ、ちょっと食らっちゃった。もったいな。さあ夜ボスは。また熊かよ。ここは東北か？もう長らく死の騎士さん見てないんだけど。いや梶村で見てるか。でも長い斧はこっちだけだし。そうやって動きを忘れた頃に出してくるのがナイトレインのいつものやり方ね。別にあなたのそういうところ、好きなんかじゃないんだからね。さて本番。でも大赤熊は前回大苦戦したし気を引き締めていかないと。まあこんなもんよね、普通は。降臨だから味方が死なない限りタゲも来ないし。
潜在は微妙。さて2日目はとりあえず霊用。1日目に行けなかったから早めに再域巡っていきたいところ。そのまま終点まで行くのが早いけどさすがに一つは聖杯回収しましょうか。教会で降りた後北西のボロゴヤ到着。え？私の聖印は？ってほえ？なんかマップが変なことに？あっち取り落ちた。多分その影響かな。うわ急に戻るな。落ちたのはしょうがないし再域行きましょう。幸いそこは小砦だから2人でもなんとかなるはず。霊脈で突入するわ。あ、でも再域だとこれまずい？ボスと侵入者両方相手にすることになるかも。でも今回は乙女人形だったから助かった。3人揃ってるならまだしもこの突入はちょっと危うかったわね。外れ。お、そして落ちてた味方も復帰したわね。ついでに乙女人形も倒しましょう。ごは。増量のクロスボウでこんな食らうの？もうレベル10あるのに。いや再域だからそんなもんか。一発耐えるならマシフェグ。ダメージとひるみがあってなさすぎて震えが止まらないんですけど。焦って無駄にアーツ使っちゃったし。外れかな。さて落ちてた追跡者さんはまだはるか南。合流には時間かかりそうね。とりあえず教会巡ってその後は雨に飲まれないうちにもう一つの再域かな。梶村は2人だし今回は全員侵入者バフ持ちだから逃すのはありえない。幸い中央付近の拠点だから収縮範囲外になっても今から行けば間に合うでしょう。あら、本当に範囲外になっちゃったか。追跡者さんは間に合わないから2人でやることになりそうね。事故らなければいいけど。炎の梶村だけど入り口は完全に逆側。さすがに回り込むのもロスだしボス即殺で対応ね。黒煙総兵1体ぐらいなら大丈夫でしょ。おっと？この位置だと罪人は出現しないのね。たまたまだけどこれは助かるわ。ボス処理してから罪人とやりましょう。オッケー処理完了。そしてほんの少し前に行けば罪人出現。かなりギリギリだったのね。現れたのは近接2人。アーツもあるしこれなら2人でもいけるわ。フライカンさんの火力すっごいわね。さすがハルハル。あとこの時はまだ知らなかったんだけど罪人出現うちの話。罪人はポストの近い側に出るって話だから今回すぐ近くに出たのはラッキーだったわ。追跡者さんがホストだったからね。はるか遠くだけどたまたまこっち側に近かったからこっちに出たのでしょうね。次は近くのフィールドボスのローレッタと戦闘。ようやく追跡者さんが合流できたわ。先祝福行くか潜在取るか迷いのステップ。ここは先祝福が正解ね。すぐ横に赤い体もあったし。HP 最大時カットアップ。さすがにもらいましょう。顧問しか持ってなかったからね。しかもラダゴンの肖像。ありがとう名もなき鉄の目さんよ。洗剤も大当たり。物理カットに気筒強化付きでデメリットは聖杯カット低下。美味しい。隣のフィールドボスはアジン女王で瞬殺。うわこれも全部当たりじゃない。武器枠も埋まっちゃってるのがもったいないわ。次は石剣あるから風浪で。出たファルムアズラ獣人。しかも変みたい。数ヶ月前だと撤退一択なんだけど、最近は味方の火力が高くてこういうのでも割となんとかなってしまうのよね。でもさすがに今回は逃げた方が得だったかも。倒せたけどちょっと時間かかったわ。フィールドボスもまだ残ってるからここに固執する意味は薄かったかな。西の高台はそれ。いい火力。もはや朝日夜より楽まであるわこれ。変異体じゃないってのもあるけど。さすがに外れ。残り時間的に北のフィールドボス2体で終わりかな。風浪で手間取ったのもそんなに影響なさそうでよかった。ただれた呪霊も火力でゴリ押し。戦技強化は味方へ。人をため強化に FP 上昇。いやダメね。3日目は降臨がメインウェポンだしもう他の2体は揃ってるしね。最後のボスザメルを処理して育成完了。よく育ったよく育った。ちょっと残業しすぎて死にかけだけどこんな時のためのぬくもり石。
前座はフレデリックと味方に任せて回復しましょ。タゲ取らないから降臨でちょっかいかけるのもありのあり。心中しまいったけどまだ回復できてないわ。というか使い切っちゃった。最初から最後まで回復し続けるなんてなかなかないから忘れてたけど回復量こんなものなのね。もっと多いようなイメージがあったわ。さて火力は問題ないんだけど味方が結構落ちてるのがちょっと心配。これだけ火力あれば長期戦にはならないだろうけど3日目はちょっと慎重に立ち回った方がいいかも。まあ降臨打ってるだけでタゲ来ない私がそんな上から目線で言うのは失礼な話かもだけど、降臨だからこそ急に2人落ちた時の心の準備はしておかないとね。ストラゲスだからアーツを惜しむ必要はなし。半落形態の雑魚亡者でゲージはすぐ溜まるわ。最後も外れ気味。さて成功は3つと心もとないけど降臨だから大丈夫でしょ。逆に降臨出てなかったらやばかったわね。よかった。さあ行きましょう。まずは半落の物語。降臨は片道600ぐらい。まあ十分ね。さて敵の HP も少ないけど腐敗発症中。HP 最大時カットアップが効かないから油断は禁物ね。まあもう削りきれそうだし問題ないか。あ。やばいその技の途中で死ぬとどこに来る？当たらなかった。こっち狙ってるのか狙ってないのか微妙な角度だったわね。さすがに怖いしアーツ切りましょう。HP 最大時カットアップがないと何をするにも一人だと不安だわ。できればアーツゲージ回収したいからしばらく半落と戦い続けたい気持ちもあるけど。まあそううまくはいかないわね。でもしばらくは腐敗の雨ないからいけるでしょ。さて今回は最初の方向の当たり判定チェック会。結果はもう前々回に文字で見せたけど、まずはほぼ初期位置にいると1回目の方向に被弾。次にローリング1回分ぐらい後ろに下がると2回目の方向は無被弾。各方向の範囲が同じかは知らないけど、少し後ろに下がれば当たらないことが分かれば十分ね。この方向、ダメージはないって位置に書いてるんだけど実際は1ダメージぐらいあったりしない？方向で HP 最大時カットアップ消されてるっぽいのよね。編集で初めて気づいたんだけど、だとしたらフルウォールの突き刺し時カウンターで食らう移動速度低下と同じ。ストラゲスにも異物で HP 持続回復をつけるのありかも。腐敗も軽減できるしね。ちなみに開幕以外の他の方向でも HP 最大時カットアップ消されるのを確認できたわ。アーツがまだ溜まりきってないのがな。しかもここで第2段階か。ファミリー出したら次の攻撃ですぐ死ぬから出さないのはいいとして、この場合やるべきは瀕死体殴りでゲージ稼ぎだったわね。ちょっと判断が悪かった。よし今なら救助できそうね。ヘレンがよくやってくれてるわ。ってあれ体勢崩ししてたのか。単なる特殊ひるみだと思ってた。この判断の遅れが後に響くことはないはず。叩きつけはフレーム回避するわ。ちょっと、判断の遅れが盛大に響いてるんだけど、もうちょっと早く救助入れてたら成功してたんですけど、でも今救助を当てらなかったのは良かった。いつもはそこでゲージ戻るのを惜しんで無理に救助に行って被弾してたからね。ここはアーツゲージ稼ぐために武器殴りの方が良かったけど仕方ない。無連投げも避けれたし感覚は研ぎ澄まされてるはず。玉投げは前ロリでちょうど間欠点当たらない。助けてフレディ。ここは死体殴り。よしアーツ溜まった。あれいやまだ溜まってなエルデの幽霊。なにやってんだー。季節的に大技タイミングだったから許された。今度こそアーツ。とりあえずなんとかなったわ。私が膝の V で詠唱し始めた時味方は何を思ったか。そんなことはもう考えてもしょうがないわ。さっさと残り3割を削り切りましょう。もう2人とも聖杯ないか？こうなってくると降臨のタゲ取らなさが困るわね。今のうちに、セリーお願い。今回救助用武器が土なのが悔やまれるわね。ナイス方向。でも来たわ。私は避けれたけどセリーがやられたか。
いい削りだったけどもったいない。いや追跡者さんが引き継いでくれてる？ここで大技。影は私。味方に被らないように左。よし、これなら。距離近いからってジャンプを焦りすぎたか。幸い方向乱れた4発目にも味方が当たらなくてよかった。ありがとう。瀕死時最大 HP 低下がいつもより大きい。そうか2人でも持ってたんだったわね。というか救助用の武器持ってるじゃない。これで殴ってたら救助できた場面あったわよね。いや特大武器は引き大きいからあえて土を使ってるだけだから。決して忘れてたわけではないから。クソ雑魚ゲージ削り武器でもファミリーがいるから意外となんとかなるのが復讐者の強みだしね。近づくのも危ないし瀕死時 HP 低下が切れるまではこうしてアーツゲージ稼ぎね。あ、今切れた？ちょっとだけ？2体と異物で持続時間違うんだ。知らなかった。今切れた方は瀕死から30秒ね。以前に30秒だと思っていた夢見てたのはこの機体の方を覚えていたのね。そしてラストスパートの腐敗の雨タイム。まだ切れないんですけど HP 低下。あ、切れた。また一人？しかもさっきとは状況が違う。アーツゲージは半分で腐敗の雨も降ってる。間欠点まで発ほら。やばい死ぬ。間欠点危ない。方向連撃なら。いやでもやっぱり怖くて回避しちゃう。全部避けてからでいいか。とりあえず全開。4連衝撃波ね。いつもなら安心できるけどさっき食らって死んだから怖すぎて。よしオッケー。マップ端だったからちょっと怖かったわね。ちょうど間欠点が終わってくれたのが助かったわ。そしてついに腐敗発症しちゃったわね。ここからは一発で即死。常に前方に連なりを意識しておかないと。よし味方はそこね。ちゃんと集まってくれてるならなんとかできる。なんか引っかかってる。危ないって。なんでこんな時に限って。どれだけ私の心拍数を上昇させれば気が済むの？でもとりあえず腐敗は解除されたわ。HP 最大時カットアップで私の心拍数も少しは落ち着くはず。ここは味方殴ってゲージ稼ぎ。この方向は大技ね。今のうちに。ちょっと外しすぎ。全部当ててればもうアーチ溜まってたのに。でもこれさえかわせば。間欠点邪魔。よし溜まった。安定の欲張りファミリー召喚それやめろ。なんとかなった。一人になってから約2分。とんでもなく長く感じたわ。あ、終わった。早っ。やったー。イエイ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 。なかなかの厳しい戦いだったわ。かつてないほど心臓バクバクで手が震えた。連勝の重みかしら。やっぱりストラゲスは動きが速くて神経すり減るわね。ありがとう二人とも、またリムベルドで会いましょう。今回は勝てたけどストラゲスはもうちょっと勉強すべきかもね。特に方向7連撃はいい加減その場で1回避することを覚えないと、行動タイミング一つ潰してるのがもったいないわ。そのうちソロ出撃して検証しましょう。何はともあれ勝ちは勝ち。これで39連勝。これであと一つ、というところですな。ではご視聴感謝、また見てね。